皆様、本日は本当にお久しぶりでございますが、今回は今秋ということで、こちらのキノコ、たくさんのキノコを使って、やみつき無限キノコを作っていきたいと思います。では、やっていきます。まずね、キノコ類。今秋だからキノコって言ったんだけど、基本はね、通年いけるんだけど、もしかしたらさ、スーパーによってはさ、ちょっと変わったキノコとかもあるかもしれないから、今回用意してるのは、しめじ、えのき、エリンギと、あと椎茸、舞茸なんだけど、それ以外のキノコもね、お好みで、もし安いのとかなんか変わったのだったら入れてみても全然大丈夫です。ちょっとなめこだけはやめた方がいいと思います。では、いきます。で、まずもうここら辺袋ごといっちゃうんだけど、この、石突きの部分取っちゃって、よいしょ。よいしょ。で、もう、これは適当に、もう手で全然ほぐしちゃって大丈夫です。こんなもんで。はい。で、まず、しめじは2袋分。で、今回結構ね、やっぱちょっと味は濃いめに作るので、作り置きできるから、もう一気にまとめてね、量作っちゃうんだけど、全然これの半分量とかでも大丈夫です。苦手なキノコとかはね、別に入れなくて、お好みで大丈夫だよね。だから僕は好きなんで椎茸とか入れるんだけど、椎茸はね、苦手って方もいらっしゃると思うから、そこら辺はもう皆さんケースバイケースで、お好みのキノコを入れてください。やっぱしめじはね、とてもおすすめ。あと、エリンギとえのきはね、いいですよ。じゃあ次は、エリンギ。で、エリンギなんですけれども、これはね、結構適当で大丈夫ですよ。もうこれは、この根元ら辺はね、もう輪切りでいいし、もうね、正直、一口サイズになれば、どんな切り方でも大丈夫です。根元はこんな感じにして、この傘の部分はちょっと大きめでも。はい、こんな感じで、エリンギも大雑把にざっといっちゃってください。はい、じゃあお次は、えのき。これももう僕は袋の上から、ザクッといっちゃいます。もう縦半分ぐらいにして、こんなもんで大丈夫です。はい。で、この根元のね、くっついてる部分はちょっと適度にほぐしてあげて、食べやすい大きさにしちゃってください。そんなにほぐさなくても、火通してる間にほぐれちゃうんで、ほんともう全部大雑把で大丈夫。では次は、舞茸。これはもう元々ほぐれてるようなもんなんで、ちょっと手で裂いてあげれば、一口サイズにはなります。はい。じゃあラスト、椎茸。石突きの部分は取っちゃって、で、これはちょっと根元もカットしてくれてるやつだから、この部分も全然食べれるので、このままやっちゃいます。入れちゃって、で、椎茸は、同じ感じ。エリンギとかとね、こんな感じで一口大にカットしちゃって。で、ちょっと根元がこんな感じで汚れてるよって時は、根元だけは落として、これはもうこのまま入れちゃう。あとはこれね。椎茸はほんと、得意不得意があると思うから。はい、じゃあこれで、椎茸含めて、キノコ類全部材料のカットが終了。じゃあ包丁の作業は終わり。で、今回用意してほしいのはこちらのツナ缶なんだけど、マイルド。ここら辺どんなツナ缶でもいいんだけど、オイル漬けのやつね。で、こちらをちょっとね、軽くオイル切っちゃいます。全部切らなくても大丈夫。このオイルもね、美味しいんで。ちょっとこれ、こんな感じで見たらわかると思うんだけど、ちょっとオイリーなんで、これ流しで半分ぐらい切ってあげてください、油は。これくらい。ちょっと分かりづらいと思うんだけど、ほんと半分ぐらいで大丈夫です。じゃあ、ツナ缶今回は2缶です。半分量で作るときは全然1缶とかで大丈夫なんで。では、火にかけていきます。まずは、フライパンに油。で今回最初に使ってほしいのは、サラダ油とか米油。今回僕は米油にするんだけど、いきます。はい。そんな量はなくていいです。一回しほどで、火にかけていきます。最後に今回もごま油入れるんだけど、最初にごま油入れちゃうとやっぱちょっとね、油っこくなっちゃうので、あとプラス今回、ツナの油も少し入るので、今回香り出す用のニンニクと生姜を炒める用の油なんだけど、これはちょっとあっさり食べられる。米油とか、サラダ油とかで大丈夫。で、ここにチューブでいいので、ニンニク、そしたら、ニンニクを小さじ1杯ほど。はい。で、生姜。生姜はニンニクほど多くなくていいので、小さじ1/2ぐらいで大丈夫です。はい。生姜。で、こんな感じで。ニンニクをもうちょっと強くしたい方は全然もっと入れてくれてもいいし、あとフレッシュなやつ使ってくれても大丈夫です。はい。じゃあちょっと最初まず香り出していきます。焦げないようにだけ注意して。
でね、一応ね、今回のやつ、こんな感じでフライパンでやるんだけど、電子レンジでもね、全然やろうと思えばできるので。ただ、やっぱフライパンの方がちょっと香ばしくなるのと余計な水分飛ばせるので、味の濃さをね、調節しやすいっていうのがあるので、個人的にはフライパンの方がおすすめです。いい香りです。はい。いい感じな香りが立ってきたら、もうそしたら全然キノコ入れちゃってください。いきます。量が多いんでね。ただまあ、キノコ、基本ほぼ水分なんで、めっちゃ最初量多く感じても、傘は半分ぐらいに減ります。何人前作ってるんだって気持ちになるよね。ただまあ、作り置きとしてね、とても優秀なので、たくさん作って冷蔵してあげてください。で、ほんと酒のあてにもいいんだけど、お豆腐に合わせてもいいし、ご飯と全然食べてもいいし、何でもいけます。もしかしたら夏のそうめんが残ってるかもしれない。そういうのに合わせるのもありです。ちょっとまあ最初量が多いんで、量が多すぎたけど、火が入っていけば全然ぺちゃんこになってくんで。ただもし、最初に今俺全量一気にバッて入れちゃったんだけど、半分ぐらい入れて、一回ちょっと下に、そこに沈んでたニンニクと生姜だけを一回絡めて上に持ち上げてから残り全部入れるっていう方が、焦げる心配はなくなると思います。いい香りがしてきましたね。ちょっとニンニクの香りと圧倒的なキノコの香りね。いいね。やっぱ秋っぽいよね。もうこれ正直バターで炒めるだけでも相当美味しいと思う。じゃあ軽くキノコは火が入って入れてた最初の油がいい感じに回ったら、ここでまずじゃあツナ缶2缶とも入れちゃいます。これでね、ほんのりまた油が追加されるんで。で、まあ、ツナ缶は最初なくても全然大丈夫なんだけど、やっぱりね、ちょっとタンパク質というかね、肉の旨味があるので、お魚ですけれども、入れてあげる方が美味しいです。おすすめ。鶏ガラスープの素、こちら大さじ1杯。はい。キノコにかけてあげて、これでね、浸透圧でキノコから水分が出やすくなります。豆板醤。で、この豆板醤はそんなめっちゃ辛くないんだけど、瓶のやつだとね、ちょっと辛めなので、この辺はお使いの豆板醤によって辛さの量は調節してあげてください。僕的にはこのチューブのやつ、これそんな辛くないので大さじ1杯は入れちゃいます。辛いのが好きな方はもっと入れてもいいし、瓶のやつをお使いの方はちょっとね、同じぐらい入れちゃうと思ったより辛くはなると思うので注意してください。これでまあコクと辛みを調節します。こんな感じで、はい。そしたら一旦これでちょっと混ぜちゃいます。でもね、今こうほっといてる間にだいぶまたね、かさが下がってきました。でやっぱりね、キノコ本当に水分多いんで、フライパンとかでやってあげると余分なね、水分飛ばしていけるので、味もね、ちょうどよく水っぽくならない感じに仕上がるんだけど、やっぱりね、電子レンジでちゃちゃっと作るのもいいんだけど、そしたらね、水分がそんな飛ばないので、ちょっと水っぽくなっちゃうから、味付けをね、これよりもうちょっと濃いめにした方が美味しくなりますね。僕は基本的にはもうフライパンで作るのが好きなんで、おすすめなのはこっちです。これで先ほど入れた鶏ガラと豆板醤がいい感じに混ざり合わさったら、はい、ここでお醤油。お醤油は大さじ3杯ほど入れます。に、みりん。こちら大さじ1杯。オイスターソース。これがね、やっぱ旨味すごい強いので、こちら大さじ1と1/2入れます。1杯と、もう1/2。はい。まあ、ほぼ1杯になっちゃったけどね。気にしない。で、ここにお砂糖。こちら大さじ1杯ほど入れてください。で、辛みのある食べ物ってやっぱね、砂糖の甘みがあるとね、よりコクを感じて美味しくなるんですよ。なので、お砂糖は必須です。まあ、糖質をね、気にされてる方はラカントとかでも甘みはね、追加されるので、そちらでも大丈夫。お任せです。そしたらこちらよく混ぜ合わして、でもこうやって見たら、かさがね、本当に半分ぐらいになりましたね。で、これでも大体キノコ全体にはね、火は入ってるんだけど、ちょっとだけ気持ち水分飛ばします。でより煮詰まるとね、保存性も高くなるんで、
まあもう今だいぶ寒くなってきたし、綺麗なね、タッパーとかに入れてくれたら冷蔵庫で5日ぐらいは持つと思うので、濃いめの味付けにしてるのもそれですね。では今味見した感じすごい美味しかったんだけど、やっぱりね、豆板醤、言ったみたいに、こっちだと辛みがそんななかったんですよ。なんで一応ここで豆板醤大さじ1/2入れようと思うんですけれども、本当にもうただ辛みだけ追加したい場合は唐辛子とか入れてくれても大丈夫です。一応じゃあ、小さじ1杯ぐらいにしとくか。はい。追加で豆板醤小さじ1。で、個人的に僕はこの料理はちょっと辛い方がいいなと思うので、これでちょっと様子見て、もしもうちょっと欲しければもう唐辛子とか入れちゃった方がいいかもしれないですね。ただちょっと入れたてだとね、香りがそんな立たないんで、少しだけまず豆板醤で火通してから最後味見してみます。で、あとね、これ仕上げにごま油と、あと黒胡椒たっぷり振るので、その黒胡椒のスパイシーな感じが追加されると思った上でこの段階でね、味見してね。で、まあ基本的にはあとごま油をちょっと入れて、黒胡椒なんだけど、これ味付け的にはこのラー油とか、あとちょっとね、少しだけホワジャオとか足しても美味しいので、まあ辛さ最後の調整はラー油とかでもできるので、そこら辺はね、皆様のお好みの辛さにしてください。じゃあ最後ちょっと味見してみます。では、今味見した感じ、最後ね、ちょっとやっぱり辛みが残るぐらいの辛さになったので、これでいいかな。で、あとはもう気持ちあとほんの少し煮詰めたら完成です。で、まあ、熱々の状態で食べてくれてもいいし、タッパーに入れて、まあ、常温まで下がったら、あとは冷蔵保存で、冷たい状態でも全然美味しいので、じゃあ、もう最後、仕上げになります。ごま油、香りがね、飛ばないように最後、火止めてから、最後合わせてください。ごま油はまあ、油っこくならない程度でいいので、大さじ1杯でいいです。はい、ごま油、シャッと。最後はもう、これよ、これ。黒胡椒。久しぶりだね、この音も。まあ、たっぷりめに入れてくれてもいいんだけどね、食べる直前とかに入れてくれてもいいので。で、最後、こちらお好みでいりごまを、パパッと、入れてあげて、軽く混ぜ合わせれば、はい。こちらで無限やめつききのこ完成。じゃあね、ちょっと僕たちは冷まして食べようと思うので、こちらで実食していきたいと思います。では、早速、実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずは、もうご飯で早速。絶対美味しい。香りがもういいもん。では、いただきます。いただきます。山盛りだからさ。あ。作りたてじゃないから余計さキノコの旨味が全部出てる感じだね。行き渡ってる。今マジでいろんなキノコが入ってるから旨味もすごいんだけど、もう食感だよね。もういろんなキノコの食感が美味しいのと、もうあとはもうやっぱこうちゃんのこの味付けがマジで美味しい。うまっ。これはもうマジでご飯泥棒。ちょっと足りないと思って追加してきました。ホワジャオとホワジャオの香りめっちゃいい。もうではいただきます。もう大人の方はこれ絶対試してもらいたいね。うまっ。うわ、ホワジャオ絶対かけてもらいたい。うまっ。豆腐も食べていい？はい。いや正直ね、ご飯と豆腐しか今回用意してないけど、ほんと何に合わせても絶対美味しい。うわ、うまっ。もう豆腐と合わせるとマジで麻婆豆腐感超強まる。めっちゃうまい。マジで合うね。いや、やっぱね、俺このまあ人それぞれお好みのキノコでいいと思うんだけど、マジで俺もうえのきがほんと好き。これ好きだね、えのき。ほんとお父さん方のさお酒のあてにもいいと思うけどさ。いいね。うまっ。ちょっとかっこんじゃう。お肉とかよりも全然俺キノコの方がいい。
かもヘルシーじゃん。ヘルシーだね。で、こうちゃんが、やっぱツナを入れてくれてるから、タンパク質も取れるし、お肉感もちゃんと、ちょっとあるんだよね。やっぱ普通のさ、麻婆豆腐とかのさ、豚のひき肉とかほどの強いね、お肉感はないけど、それでもしっかり食べ応えもあるし。ダイエットには最高だと思う。で、程よいピリピリ辛感も最高。マジでうまい。本当にうまかった。ということで、本日はですね、久々の動画ということで、はい、やみつき無限キノコ、お紅茶で作っていただいたんですけども、まあね、ほんとキノコ、まあこれからの季節キノコだと思うんですけども、まあ通年ね、別にキノコでゲットできるんで、いつでも作れるっていうのと、やっぱね、個人的にはね、このいろんなキノコの食感と旨味だね、すごい美味しい。プラスね、紅茶のこのやみつきの味付けがね、マジでご飯が進む。で、今回はご飯に合わせてるんですけど、普通にうどんとかね、例えば俺、カレーとかの上にかけてもめっちゃうまかったんですよ。その味変だったりとか、あとラーメンの上のトッピングに乗せたりとか、もういろんな使い方があるので、ぜひ皆さんね、作っていただけたらなと。で、日持ちもするし、お弁当にね、冷えて入れたままでも、ご飯のお供にもすごくいいと思うので、学生さんのね、お弁当に入れるのもすごくいいと思うし、旦那さんのお弁当に入れるのもね、すごくいいんじゃないかなと思いました。はい。ということで、本日は以上になります。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。